やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、キネラブランドが後ろにある、セレストのガンホ。ガンホは漢字で書くとキュービ。中国の大妖怪の名前を持つイヤホンだ。でも、値段の方はフレンドリーな、動画作成現在、日本の Amazon でも7000円程度で購入できる商品となっている。7000円は十分高いって？このイヤホンの構成を聞いてもそう言えるかな？ガンホは、高音域を担当する、BA ドライバと、それ以外を担当するドライバが搭載された、ハイブリッド型だ。ハイブリッド型、というと、1BA1 ダイナミックドライバ構成の中華低価格ハイブリッド軍団が浮かぶと思うんだけど、ガンホの低音側を担当しているのは、ダイナミックドライバじゃない。セレストガンホが採用しているドライバは、平面ドライバ。それも、低価格他社で採用例のない、新しい平面ドライバだ。この新しい平面ドライバは、SPD と名付けられていて、スクエアプラナードライバー、つまり、四角形の平面ドライバと呼ばれてる。その名前の通りに四角形の外形を持つユニットで、サイズは 10mm。現在、ライバルとして登場している他社の平面イヤホン群とはかなり違う性格を持つユニットだ。さらに、現在他社が発売している平面駆動のように、1ドライバだけでなく、高音域は BA に投げる、という、かなり珍しい設計も持っている。その音色は、他のモデルとは異なる期待値を持ってそうだ。それじゃあ早速、外装から見ていこうか。ガンホは、モチーフになったキュービの狐がフェイスプレートに書かれている。カラーは白か黒が選択でき、さらに、現在は狐抜きのプレーンなデザインのものも選択できるようだ。狐が描かれたフェイスプレート部分は、マットな仕上がりで、描かれたイラストが浮き上がるような、立体的な仕上がりになっている。それ以外の部分はいかにも低価格然としているというか、プラスチック感がむき出しの仕上がりで、いわゆるピアノブラック然とした仕上がりだ。本体の成形時のうねりなんかもそのまま反射に出る仕上げだけど、フェイスプレートの質感も合わせて、黒だとそんなに違和感を感じない。類似の仕上げをしてるイヤホン、大体接着剤が漏れてたり、仕上げの品質がひどいので、ネガティブなイメージがあるけど、ガンホはしっかり作られているので、それほど安っぽさは感じなかったな。ノズル内のダストフィルターも、メッシュ型ではなく、金属板が採用されていたり、リケーブルが可能で、端子の精度も良好と、イヤホンの重要なポイントには、しっかりと精度が出ていて、そこら辺はキネラが作ったイヤホンらしいかっちりとした作りだ。また、外装は外観の奇抜さに対して、実は堅実に作られていて、適度なサイズ感、程よいノズルの長さと角度を持っている、標準イヤーピースはちょっと柔らかいけど、問題なく密閉を得られる、装着感の良さだ。心配していた圧迫感や装着の浅さもなし。装着感から見ると、非常に優秀な一台と言えると思うぞ。付属品も、この価格としては充実していて、開口部が板バネ式のポーチ、そのまま使っても違和感のない、ツートンカラーのケーブルが付属する。これは、銀メッキ銅と純銅のミックス線で、これだけでもガンホの魅力を引き出せる一本だけど、今回はせっかくなので、同じミックス線にリケーブルして聞いてもみたぞ。内装については、最初のところでもちょっと触れたけど、ガンホは低価格ではかなり珍しい、角型の平面ドライバに、BA ドライバを組み合わせた、ハイブリッド型平面駆動モデルだ。我が家のハイブリッド型平面駆動イヤホンというと、無線モデルになっちゃうけど、オーサウンズのフレックス ANC が該当するな。ただ、あれはかなり低音域の主張の強い、平面プラスダイナミックドライバのイヤホンなので、今回聞くガンホとは、全く違う一台だ。ガンホに採用された 10mm SPD と BA ドライバは、どちらもキネラオリジナル、ないしはキネラカスタムのチューニングが施されていて、型番などを伺うことはできない。また、ガンホは完全に不透明のシェルを持っているので、その内部を伺うこともできないな。そんなわけで、内装の情報を漁ろうとすれば漁ろうとするほど、その音色の着地点が全く想像できない、セレストガンホ。早速実際に聞いてみて、その音色を話していこうか。音色について、ガンホの音色は、一言で言ってしまうと、ウォーム気味の平面駆動の音色をベースに、高音域を BA ドライバで強調したサウンド、というイメージ。組み合わせのイメージ通りの音色ではあるんだけど、平面駆動1ドライバのイヤホンの競合として考えると、ちょっと想像とは異なるサウンドなのかも。高音域と低音域で温度感が結構異なって、いかにもハイブリッドらしいメリハリを感じる音色だ。ただ、音量バランスや、高音の強調、という点については、あんまり強調されていない。ここはキネラらしい、聞きやすい、あんまり高低音を強調しないバランスになっている。
高音域は刺激が少なく、耳に刺さらないが、BA ドライバらしい粒立ちの良さがあって、抜けも良い。中音域以下は、若干の暖色傾向で、一見、低音域がそれほど強くないダイナミックドライバと BA ドライバの組み合わせのようにも感じるな。ただし、やっぱり新型のドライバを開発してまで投入されたモデル、ということで、細部を聞いていくと、ダイナミックドライバモデルとは全く異なる印象を受ける。ガンホの平面駆動ドライバは、中低音域を強調しそうな、かなりボーム寄りの音色を鳴らすんだけど、実際聞いてみると、そのあたりが盛り上がっている感じは全くなく、このイヤホンは、高音が若干強く、それ以外のところがバランスよく出ているように感じられる。ただし、サブベースに関してはあんまり強くない。なので、そのバランスを見ると、結構さっぱりした音なのかなと思うんだけど、高音域は感触寄りで、サクサク軽快な音を鳴らす仕上がりなんだけど、温かみのある中音域から下は、このイヤホンの音色を軽く感じさせない。とはいえ、超低音は控えめなので、音の反応が悪く感じたり、他音域が飲まれる、という印象もない。これらをまとめると、高音域の抜け感は強めで、小気味良くなるんだけど、刺さりなどはしっかり取り除かれた、お行儀の良い高音域に、温かみはあるんだけど残らない、反応が良くかつ暖色の中音域以降の音色が重みをつけていく。聞きやすく、あっさりとしているのに、中音域以下は暖色、という、のんびり聞き込めるけど、高音域は爽やか、な、独特で完成度の高いイヤホン、と言える、意外に低価格ハイブリッドで、この傾向の音色、なかった気がするな。ただ、音色の仕上がりだけじゃなくて、ガンホの特筆すべきところは、そういった聞きやすい音でありながら、異様に感じる空間が広いところだ。多分、サブベースなどが抑えられて、より空間を意識しやすい音色になっているところもあると思うんだけど、ガンホの音色は、異様に広い。今までで聞いたイヤホンの中でも、トップクラスに広い空間を感じる音だ。ただ、この空間の広さ、標準ケーブルでも感じることができるんだけど、リケーブルすると、さらに意識できるようになった、トップクラスの広さ、という印象は、このリケーブル後の状態だな。高音域の粒立ちを上げるような洗剤と組み合わせてやると、ガンホの個性はさらに伸びる。もともと、他のイヤホンと比べてバランスの良さとかを追求しているタイプではないので、ここはさらに派手に個性を伸ばすべきだろう。これだけ広く感じるのに、めちゃくちゃ聞き疲れしない音、というのが、ガンホの素晴らしいところだと思う。響きが広がるような独特の空間表現があって、これはこれで癖になる音だ。他にも、平面駆動と BA という組み合わせのせいか、リケーブルや再生環境の違いで、表情を変える面白いイヤホンでもある。空間の広がりと、聞きやすいのに軽快なサウンド、個性の塊のような一台で、値段も挑戦しやすい。興味が湧いた人は、ぜひとも挑戦してみることをお勧めするぞ。というわけでまとめてみようか。キネラセレストガンホは、キネラがかなり気合を入れて発売した、低価格平面駆動イヤホン。おまけに、この価格帯では他に採用例のない、平面駆動ドライバと BA ドライバの組み合わせだ。外装は値段相応にコストカットも伺えるけど、イヤホンの寿命に影響する部分はしっかり精度よく作られていて、フェイスプレートの質感も良好、付属品の類も良い取り揃えで、装着感も優秀だ。10mm の角型平面ドライバー、というかなり特徴的なドライバーと、キネラカスタムの BA ドライバーを採用したその音色は、なるほど、他にない音色。高音域はキネラらしく刺激が少ないものの軽快で抜けも良く、小気味良い。中音域以下が意外で、改造感を保ちつつも暖色の音色。10mm の平面駆動ドライバーの特性からか、サブベースはあまり感じられず、高音が若干主張強めながら、刺激もなく、長時間聴いていられるバランスとなっている。そして、このバランスのイヤホンとしては珍しく、空間が異様に広い。特に、鳴った後の反響感がとても広い空間に感じられ、この特性はリケーブルでさらに伸ばすことが可能。高音域もより粒立ちが良くなるパターンが多かったので、リケーブルに抵抗がなければ、ぜひ銀メッキかミックス線あたりで挑戦してみてほしいな。かなり個性は強いものの、これは平面駆動、という先入観を捨てると、実に面白い音色として、楽しめる一台じゃないかと思う。この値段でこれだけ、仕組み、音色ともに個性のある一台、というのはそう多くなく、興味を持った人は安心して突っ込んでほしい。最初に思ってたのとは結構違う音だけど、満足度高めでおすすめだぞ。案外、ダラダラ聞く一台にいいかもな。と、こんなところだな。ダイナミック型と BA 型ほど、強烈な高低音を演出しないんだけど、平面駆動らしい解像度を暖色の中に隠しつつ、高音域ははつらつとなる一台で、仕事終わりとかにのんびり使いたい一台だ。
むしろ、最近は平面駆動機はめちゃくちゃ発売されているので、その中で独自のポジションを持っている本機は、2台目の平面駆動で、肩肘張らずに効く1台が欲しいなぁ、と思ってる人に、予算、音質の両面からぴったり来る1台じゃないかな、とも思うな。多分興味を持ってこの動画を開いた人の予想の8割くらいを裏切ってそうな音色だが、それゆえに、ぜひとも聞いてみてほしいぞ。といったところで今回はここまで。